アータビ。こんにちは、あおです。今日もアータビ始まりました。今日はですね、こちらインスタ 360-1RS、 このカメラのねインプレをしていきたいなと思います。で、今回このインスタ 360-1RS は3月に出たばっかりのモデルになります。で、360度カメラってなんか操作大変そうだなとか、編集とかめんどくさそうってちょっとね最初は思ってたんですけど、でも実際使ってみるとすごい撮りやすいし、撮り逃しもないし、あとね編集ソフトがかなり優秀で直感的にねサクサクサクっと編集できるのでめちゃくちゃ楽なんですよね。それで結構気に入って使ってます。インスタ360って360度カメラで世界一のシェアを誇っている会社なんですけれども、私も今までインスタ 360-1X、X2、5、52、そしてこれの前作である 1R、 そしてこちら 1RS とね6台いろいろ使ってみたんですけれども、本当にねとにかく使いやすい。これもね前作の 1R もかなりモトブログに使いやすいカメラだったので、これもねかなり期待しています。今日の動画ではどんな感じの映像が撮れるのか、どこにマウントすればどんな画角で撮れるのか、編集画面はどうなのかっていうところまでね含めてお話できたらなと思います。では最初にどんな感じの映像が撮れるのか見ていきましょう。どうぞ。今ヘルメットマウントにして走ってます。モトブログされている方ね、ここにつけてる方多いんじゃないでしょうか。私はね今顎の部分につけて走ってます。すごくいいなって思うのが、これマイクの音量が入ってるかどうかがずっとねインジケーターで表示されてるんですよ。結構ね他のカメラだと、ね、撮ってるつもりだったのに家帰ってパソコンで開いたら全然音が入ってなかったっていうことがあるので、これ助かりますね。一個気になるのはこのマイクのピンが上にちょっと出ちゃってるんですよね。なのでこうやって喋りながら撮るタイプのモトブログされる方は L 字型のねピンマイク用意するといいかなと思います。手ブレ補正とかねどんな感じですかね。ちょっとわざと首を振ってみます。はい、こんな感じです。これ 4K とは別に 6K のモードがあるので、次は 6K のモードで撮ってみたいと思います。はい、続いて 6K の映像にしてみました。ちょっとね上下に縁がついて映画っぽいというかシネマティックな感じになってますね。 YouTube だと 4K までしか今上げることができないので 6K で書き出すことがちょっと難しいんですけれども、でも家のテレビとかでねちょっと綺麗な映像を家族で見たいとかね、そういう時は 6K のモードかなりいいんじゃないかなと思います。続いてはハンドルにマウントしてみます。この位置は私もよくつけてやってますね。この位置だとマイクのコードを伸ばすのがちょっと危ないので、私は今音声後から入れてます。ワイヤレスのマイクとかを使えばこの位置1台でも取れるかもしれないですね。このねハンドルマウントのいいところは自分の方にも向けられるし、進行方向にも向けられるし、あとは右にいい景色があったと思ったらね後からいくらでも撮影の方向を変えることができるんです。
なので一番取り逃しのない場所かなっていうふうに思っています。さらに自撮り棒をつけるとまたねちょっと画角が変わるので、この辺りはお好みで変えてみると面白いんじゃないかなと思います。続いてはエンジンガードにつけてみました。煽りでかなり迫力ある映像を撮ることができます。元ブログというよりは映像作品とかね撮るとき、この位置面白いんじゃないかなと思います。できる限り下の位置につけるとよりかっこいい映像を撮ることができます。ただやっぱカーブの時にね擦りそうで怖いですけどね、擦らないギリギリの位置で固定してやってもらえたらと思います。続いてはリュックサックにカメラを挿して撮ってみました。視点が一気に高くなって景色がよく見えるようになりましたね。私は開けてて景色のいい場所でこの撮影の方法をよくやります。やっぱり顎にマウントするよりもかなりね遠くの方まで開けた景色が撮れるので、広大さとか出すにはねもってこいのマウント場所です。皆さんこの映像で何か気づきませんか？そう、自撮り棒がね消えるんですよ。なのでドローンで撮ったかのような映像を撮ることができます。ただこの方法ちょっと注意点があり、道路交通法によって高さが地上から2メートル以内って決められてるんですね。なのでマウントするときは地上から2メートルを超えないように長さを調節してされるといいかなと思います。あと走ってる間に落ちないようにカバンとかに必ずくくりつけたり何か固定して撮るようにした方がいいと思います。編集のソフトはインスタ360スタジオを使っています。スマホのアプリもあるんですけれども、私はパソコンで操作することが多いので今回もパソコンのソフトを紹介したいと思います。データを立ち上げたばかりの画面になります。これはねシャッターを押した瞬間なのでこんな形になってますね。では編集したいところまでカーソルを移動させます。映像が表示されているところをクリックしたまま動かすと自分が好きな場面に画角を変えることができます。この画角で固定したいなと思ったら右下にあるプラスのボタンを押します。するとタイムラインにアイコンが追加されてこの画角のまま固定されることになります。しばらく走らせて今度は右の海の方に向けていきたいなと思った時は海の方に向けてまたプラスボタンを押します。これでタイムラインにアイコンが追加されました。これを再生するとこんな感じになります。だんだんと右の方にカメラが動いていってますね。基本的にはこれの繰り返しで一つのタイムラインを作っていきます。平面の画角を変えるだけじゃなくてクリスタルボールとか小宇宙とかっていう設定もあるので、そういうのも使ってみるとね面白いんじゃないかなと思います。設定をしてつなげるとこんな感じの映像になります。ほんとねなんか見た感じの感覚で操作ができるので私は初めてでも操作はしやすかったですね。保存したい時は一番右のこのアイコンをクリックします。 MP4 で保存ができるので Twitter とか Instagram などの SNS にもアップできるようになります。でこのインスタ360は RS の面白いところっていうのがこのねカメラが付け替えできるんですよ。これ一つのカメラに見えるんですけど実はパズルみたいになっていて取り外せるんですよね。まずこれがバッテリー、そしてこれがコア頭の部分ですね。でこれがカメラでこのカメラの部分をこの360度カメラに付け替えるとこれで360度カメラになります。さっきついてたのがね 4K レンズって言ってまっすぐ綺麗な映像を撮るためのカメラで、これが360度カメラ、そんな感じでね使いたい場所によってカメラを変えられるのですごい面白いというか、今まで何台も持ってたけれどもこれ1台で済んでしまうのですごく楽です。ほぼ同じような感じです。ただよく見るとこのコアの部分が若干仕様が変わってたりします。前作はマイクがここだけなんですけど、RS はマイクがここ2つについてたりしますね。それとバッテリーもねちょっと大きくなってますね。で見た目の変更というよりはこの中身の頭の部分がね結構変わってるみたいでまとってて撮りやすかったですし操作性はねかなり上がってるなっていう印象でした。であと個人的にこの仕様変化嬉しいなと思ったのがケースですね。こちらが R のケース、そしてこちらが RS なんですけど分かりますかね、ちょっとねちっちゃくなってるんですよ。で重さも軽くなってるのでヘルメットとかにねマウントした時に結構これだと塞がれちゃうんですけどこれだといい感じにねつけてくれるのでこのケースのね大きさの違いはモトブロガーからしたら結構大きな違いなんじゃないかなと思ってます。あと
カバーが前面につくようになりました。これね、マイク通らないんじゃないかなと思うんですけど、実は風切り音対策なんですよね。なのでこれをつけて喋っているだけで風切り音を軽減してくれるっていう役割があるみたいです。元ブログの場合はね、直接マイク使っちゃうのであんまり関係ないかもしれないんですけど、それでも風切り音はない方がいいですよね。はい、ということでインスタ360は RS のインプレでした。これ1台でね、いろいろできちゃうのでかなりコスパがいいというか面白いアイテムだなと思います。私ね、ガジェット大好きなので、こういう新しいのが出たらね、もうついつい試してみたくなっちゃうんですよね。これからもね、いろいろガジェット出たら使ってみたいなと思います。私のチャンネルではこんな感じでバイクの元ブログとかガジェットのインプレ動画上げています。面白いなと思っていただけたらチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。